最近ハマってるコンビニの商品を教えてほしいです。私これね、セカンドで紹介もうしちゃったんですけど、CU のもちロール、すごい美味しいんですよ。今までもちそげもちっていうもちもち生地のロールの中にクリームとか、あと実際のお餅が巻き込まれてるやつがあって、それが好きだったんですけど、それも期間限定で売ってたり売ってなかったりだったりしたんで、最近はもうもちロールのみなんですけど、もちロールあんまりなんか魅力を感じなくて、と思ってて、で初めてこの前セカンドでメロンのもちロール食べたのかな。そしたらすごい美味しくって、もう感動しちゃって、それ以来もうそれハマってて、なんかもちロール出るたびに食べようかなって思ってて、すごく好きですね。韓国に住んでいて整形したいなと思ったことはないんですか？ないです。今更整形はもう別にそんななんか顔綺麗になりたいとか、特にもうなんかもう何でもいいかな顔って思ってて、まあ人間中身だし、それはでもなんか今更じゃなくて昔から思ってるとこがあって、なんか私人を見るときに人を顔で見ないというか、その人の顔ってあんまり最初の印象として顔の印象ってあんまりないから、人の顔あんまり覚えれないっていうのもあるんですけど、なんか正直顔ってそんなに整形するほど気にするものじゃないなっていうか、その整形の費用があるんだったら他に回した方がすごく有効的だなという感じがして、そういう考えです。旦那さんとは年齢差ありますか？はい、8歳の年の差があります。私より夫が8歳上です。くまさん。大食い一番きつかった動画は何ですか？もうあれだ、プルタクポックンミョン全種類食べてみたの大食い、もうあれきつすぎた。もうあれはね、大食いがきつかったんじゃなくって、もう辛さがきつかった。とにかくめっちゃ辛いプルタクポックンミョンを何種類も食べるから、でしかもあれ何種類も連続で食べてくると、もう本当にもう口の感覚ないんじゃないかっていうか、もう痛いを通り越して麻痺してるレベルに、ちょっとあれやばかったな。よかったらまた見てない方見てみてください。こんにちは。くまさんと喧嘩して口聞かないこととかありますか？仲直りの方法はどちらが先に謝りますか？くまさんと喧嘩すると、私とくまさんってどっちも似たような性格で、熱しやすく冷めやすい。だからブワッと怒っても本当に短い時間バーッと怒ってすぐ冷める、落ち着く。まあ喧嘩の内容がくだらないっていうのもあるんだと思うんですけど、ちょっとムカッときて2人でバーってちょっとテンション上がって怒っても、多分ね2、30分で落ち着く。もうお腹空いてきた、もう何食べる、もうご飯食べよう、もうお腹空いたとか言ってご飯食べてすごい気分良くなってるみたいな食べ物で全部解決じゃないけど、そんな感じかな。あんまり長引かないな。正確な年齢が知りたいです。そう、年齢についてもね、今までお質問あったんですけど、私年齢を言うのは全然構わないんですけど、なんで昔から年齢とか誕生日非公開にしてるかっていうと、結構その前お話ししたんですけど、大学院である先生から聞いた話で、年齢を私自身言うのは全然構わないんですけど、生年月日が分かってくるじゃないですか。何年生まれっていうのが、生年月日と本名が分かると、住んでる場所とかいろんな個人情報が特定される場合がある。絶対じゃないですけど、なんか特定されやすくなるから、あんまりむやみやたらに生年月日とかは言わない方がいいって、本名とかは仕方ないと思うんですけど、どっかなんかお仕事とか何回でいろんなとこでね必要になってくるから、生年月日はあえて言わない方がいいっていうことを聞いたから、もう私はできるだけそれだったらあえて自分からは言いたくないなというか、非公開にしたいなと思って出してません日本に帰ってきたら真っ先に何食べたいですか？お蕎麦と天ぷら。鳥松さんの小さい頃の写真見てみたいです。これからもずっと応援してます。いつも見ていて幸せになる動画をありがとうございます。こちらです。いつも楽しく見てます。質問なんですが、とぎちゃんの座右の銘って何ですか？これね、座右の銘って言うかどうかはわかんないんですけど、私の中でずっとなんか持ってる一つ好きな言葉が、ピンチはチャンス。これはね、もう身に染めて、もう今まで何回もそういうことがあったから、もうピンチはチャンスは常に私の中であります。大学院の時とかでもね、ちょっと名字言えないんですけど、〇〇さん、時本さんで行きましょうか大学教授からちょっと時本さん、こういう機会があるんだけどどうって聞かれて、それって言ったらもうほぼやりなさいじゃないけど、そういう感じの時でも、それをピンチと感じる人もいればチャンスと感じる人もいると思うんですね。で、やったことによってそれがまた何かにつながったりするし、自分のスキルアップにもなるし、なんかすごくね、
困った状況になった時って、その時に頑張れば後にねそれが何かになるんですよ。私の中でその大学院が一番私の中で努力して勉強というか研究というかそういうのを努力をした時期だったんですね。でその時になんかいろんなピンチがあったんですよ。ピンチっていうのかな、すごい乗り越えなきゃいけない壁が何度も何度もあって、その壁が乗り越えるたびになんかこう一つ大きくなったというか一つ成長したというか、その勉強の内容自体が今後どうにかなるとかじゃなくって、その時の努力がやっぱり記憶にも残るし、その自分の力になるというか、頑張ればできるっていう自分のこの気持ちの持ちようにもなったりとか、いろんななんか精神面で成長したなって思うこともあるし、だからこう私がお世話になってるね先生とかにも言われてきたのが、何か困難なこととか難しい課題を出されたりそういう時があったら、自分から進んでそういう困難な場所、大変な場所に進んでいくといいよって言われました。確かにそれはそうだなって思います。とぎちゃんが今までしたバイトの話や大変や楽しかったことなどが聞きたいです。これ実はもう撮ってます。もうずっとねアルバイトについてのリクエストすごいあったから、ちょっとアルバイト動画をね、私結構いろんなアルバイトやってきたことあるので、はい、またそれはまとめて動画で出します。少々お待ちください。鳥本さん、ハーフですか？ずっと気になってた。ハーフじゃないです。根っからの、はい、日本人です。讃岐人、香川で生まれた。親戚も外国人一人もいないです。いつも楽しく見させてもらってます。とぎもちさんの飲み物の氷がいつも丸くてキラキラしてて素敵です。その氷は買ってるのですか？作ってるのですか？これはウォーターサーバー、浄水器から出てくる氷です。なのでもう何もしてないです。ただウィーンガシャンガシャンガシャンと出てくるやつです。最近コーラを飲まなくなったのはなぜですか？コーラのシュワシュワ感と氷のカランカランが恋しいです。あと手袋をつけ始めた理由も知りたいです。これでもうコーラ動画出たかな。実はねサイダーを箱買いで2箱買っちゃったんですよ、注文して。そしたらねもうすごい量で、それをね飲み切るまでは次のコーラが注文できない感じになってて、で注文できるんですけど、またコーラ注文したらすごい量になっちゃうじゃないですか、炭酸ばっかり家に。だからサイダーが続いてたんですけど、それやっと飲み切って、最近コーラ注文して買ったんで、もしかしたらもう動画で1本目出てたりするかもしれないけど、コーラこれから大量に続きます。もちろん韓国コンビニのなんかドリンクとか面白いなったらいろいろ紹介はするんですけど。鳥持さんはお友達が多く人付き合いも上手そうなイメージがあるのですが、初対面の人と仲良くなるコツがあれば教えてください。私そんなに人付き合いが上手になるイメージがあったことにでびっくりしてます。全然そんな普通だと思います。結構地元の香川帰ったらもちろん地元の子がいるので、だから地元の子たちと遊ぶことがいっぱいあって、小中高の友達だったり大学の友達だったり大学院の友達だったりとかかなっていう、普通です。そんなに顔ひどいこともないと思うけどな。で韓国に住んでてね、韓国の友達はほとんど外国人、ダイアナとかマーティンアメリカ行っちゃったけど、オンニーとか他にもいっぱいいるんですけど、その友達は全員語学堂で出会いましたね。やっぱり語学堂行くといろんな人との出会いがあるから自然とね友達になるかなって。初対面の人と仲良くなるコツ、私でもこれすごい苦手かもしれない。これちょっと共感してくれる人いると思うんですけど、学生時代だから学校で出会った友達ってやっぱり仲良くなって一緒に長く付き合う期間もあるから今でも仲良しだし、友達になりやすかったと思うんですけど、やっぱりこういったその学校っていうものに行かなくなってから、例えばお仕事とかでお会いする方だったり、どっかなんかね他も出会いが少なくなったのもあるんですけど、なんかこの学校じゃないとこで出会った人って友達になりにくいなっていうか、なるのが難しいなって思ってます。だから韓国にね実際にソウルとかに住んでる日本人の方とも私すごい出会いで、これごめんなさい、私が勝手に愚痴になっちゃうんですけど、韓国に住んでるソウルに住んでる日本人の方すごい友達になりたいけど出会う場がなくて、どうやって出会うのみたいな、なんか同年代ぐらいの同じね韓国に嫁いだ方とかいっぱいいるはずなのにね出会えないから、お友達欲しいなって思ってます。どっか出会えないから。トギちゃん、普通の女性よりはたくさん食べると思うんだけど、今までこれはたくさん食べたなっていう記録は？前もそれ動画でちょっと話したかもしれないんですけど、高校生の時にマックみんなで行ってハンバーガーを確かその時12個10
個以上は食べた。12個ぐらい食べて、で、ポテトもいくつか食べて、アップルパイ食べて、ナゲット食べて、コーラなんか飲んで、とかかな。そん時は結構食べた記憶がある。くまさんからプレゼントされて一番嬉しかったものは、韓国来て最初の方の頃に、ペペロで11月11日の日本でいうポッキーの日ですね。に、こんな巨大なペペルかポッキーかの巨大な箱の中に大量に私の大好きなポッキーがいっぱい入ってて、それの詰め合わせくれたの私めっちゃ嬉しかった。あとね、なんか記念日の時だったのかな、100本の花束くれたんですよ。100本のバラの花束だったかな、くまさんが。それもすごい嬉しかった。とぎもちさんの動画をとぎパパ&とぎママは見てくれてるんですか？そう、見てるらしいです。でもとぎママはたまにぐらいかなって言ってたけど、とぎママは私の YouTube は反対派なので、昔から始めた頃から反対派なので、親戚も反対派が結構多いかな。なのでとぎパパは結構何でもオールオッケーなとこがあるから進んで応援してくれてるかも。どこの国に嫁いでも YouTuber になってたと思いますか？なってないと思います。多分韓国にいるからこそ YouTuber になる流れができたのであって、他の国に行ってた場合は多分なってない気がするな。くまさんと食事は別ですか？お互い朝ごはんは食べないんですけど、昼ごはんはくまさん会社で食べちゃうし、夜は一緒に食べます。夜ご飯。とぎちゃん黒髪似合う。質問はピアスについてと、大学院お勉強系についてお聞きしたいです。ピアスはまた別でちょっといろいろ紹介するってことなんですけど、大学院のねお勉強系についてはまたこれもねちょっと別撮りで、大学院についての質問をねいっぱいあったから撮ってもいいかなと思ってます。一本にまとめて。そう、今まで結構大学院の質問も多かったんですよね。またちょっと動画撮りたいなと思うけど、またちょっと先になる可能性はあります。1日の大体のタイムスケジュールが知りたい。よかったらとぎもちの1日今まで何回か出してるんで見てみてください。初恋の話聞かせてほしいです。これね質問にいくつかあったな。友達とか家族とか親戚とかいろいろ見てるからちょっとあれなんですけど、軽く言うと初恋はいつだろう。初恋の定義ってなんだろうな。まず付き合ったんじゃないんですよね。好きになったっていうのが定義ですよね。多分中学校の何年生 ?1 年か2年か3年か、あれ何年だったんだろう。なんかまず同じクラスに好きな人ができて、でその人が偶然私が通ってる塾に入ってきて、懐かしすぎる。甘酸っぱすぎて甘酸っぱい。ちょっと酸っぱいが強め。でもこれ同じ中学校の時の同級生とかがもし見てたら誰なのってなってる可能性がある。私あんまり人に言ってなかったから、本当に近い友達だけ何人かに言ったかな。初めの頃からずっと拝見しています。私の日課は寝る前にとぎもちさんの動画を見てから寝ることです。チンジャンポンでクリームチンジャンポンをやってほしいです。これカップ麺でクリームチンジャンポン出ましたよね。あれ実は買ってるんですけどまだ食べてなくって、ちょっと動画で撮るのもいいかな。またなんか機会があれば食べようかなと思います。動画で。日本のモッパンを見たり気になったりすることはありますか？私これね、日本人の方がやってるモッパンは全く見てない。あと日本人の方がやってるそのモッパンじゃなくても韓国系ジャンルの動画って全然見ることないかも。違うんですよ。大食い系のモッパンの方は意外と好きで、ちょっと一時期昔見てた時はあったんですけど、最近はもうもっぱら YouTube で都市伝説のやつばっかり見てる。UFO とか宇宙人とか未確認なんか生命体みたいなのとか、そういうのが好きで、そういう動画ばっかり見てたり、あとアニメも結構見てるかな。アニメ見てたり、あとはでも韓国人の方がやってるモッパンはすごい好き。ASMR も見るんですけど、やっぱり私昔から見てるシュギさんとかも好きだし、昔からいる方、私が始める前よりもっと前からいる方結構好きかな。その方たちは結構続けてずっと見てますね。リクエストになるんですが、生クリームたっぷりのワッフル食べてほしいです。これのご意見多かった。あとクロップルのご意見も多くって、もしかしたらこの動画の前に出してる可能性もあるかもしれないし、出してないかもしれないけど、ちょっと撮りたいなと思ってます。質問というか、またプレゼント送り先再開してほしいです。これねプレゼントなんですよね。お手紙の送り先とかもう今ないんですけど、やっぱりいただくとね、なんか私の中でやっぱりなんかこんなのもらっちゃった申し訳ない、お返ししなきゃとかいろいろ考えるんですけど、やっぱり来る量がすごい多いから、やっぱりなんかもう現実的に全部に送り
り返すのも不可能だし、お手紙返すのもちょっと数的に不可能だったので、そうですね、なんかこうちょっと申し訳ない気持ちもあるし、現実的に食べ物をねいただいた場合にこうやっぱり国際便になるのでね、届いた時に賞味期限が切れちゃってたりとかすると、なんかもらったものってせっかくだったら紹介ねセカンドとかでしたいなと思うのに、なんかできなかったり、これはこの人のは紹介してるのにこの人のは紹介しないとかがあったりも申し訳ないとか、いろんな問題を含めてちょっとこう、なしにさせてもらいました。だからイベントとかね直接会った時のプレゼントはいただくんですけど、そう送り先はちょっとまだできないかなと思います。シンプルに1ヶ月の食費はどのくらいですか？正直言うともうわからない計算してない。でも、一番かかってるのは YouTube のこのモッパンで食べる費用がめちゃくちゃ高いです。家は結構普通にスーパーで私が買ってきたキャベツやナイルでトン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 って作ってるから、そんなに高くないと思うんですけど、コロナが収まったら初韓国旅行に行こうと思ってるのですが、何泊何日が一番ベストでしょうか？もうこれはね韓国に限らず海外旅行とか行く時ならもう絶対私の中で決まってることが、行けるだけの日にち行った方がいいです。っていうのももうね何日あっても行きたいお店って絶対行き尽くせないから、ちょっと通りかかっただけでもここのお店行きたいってなるとこも絶対できるし、食べ歩きしてたらここでちょっと食べ歩きしようよってなったら1回分の食事が予定でね行くお店だったのが飛んじゃったりするし、行けるだけ長い期間行けるんだったら長い期間行った方が私はいいとおすすめしたい。韓国で一番ショッピングが楽しめる場所を知りたいです。どこだろう。まあでもまとまっていろんなものがあるといえばチャムシルのロッテワールドモール、あそこは百貨店ロッテデパートも一緒になってるし、ロッテのほらロッテワールドの遊園地も一緒になってるし、スケート場があったりとか全部揃ってるからいいかなと思います。あとタワーもあるしね、ロッテタワーも水族館があったりとか、あとはまあコエックスかな。サムソン駅のコエックスもすごいいっぱいいろんなものが揃ってるから、そこもショッピングするには楽しいかなと思います。質問でもないんですけど、動画の最後に一言入れるのってもうやらないんですか？あれ好きだったので復活してほしいです。そう、あれねなくなっちゃったというか、NG シーンに変えちゃったっていうのも、これもねご意見いただいたんですよ。最後に NG シーン的なカットシーンとかそういうの入れてほしいですみたいな感じのご意見結構いただいたから、まあそれを取り入れる形でちょっと一言をそっちに変更させてもらいました。そうそう、これ最初のハイライトを入れるように最近なったじゃないですか。あれのねご質問すごく多かったんですけど他の YouTuber さんの名前がコメントの中に入ってたから、私の規定の中で他の YouTuber さんの名前入ってるものは入れれませんっていうのを最初で規定で決めちゃったから、そのコメント公開できてないんですけど、ハイライトを入れた理由はもうダイヤ TV さんから前々からハイライトを入れるのどうですかってちょっとおすすめしてくださってて、それででも私がなんか他の YouTuber さんが結構ハイライト入れてるじゃないですか。韓国系 YouTuber さんで特に ASMR 系の方が多いかな。なんかみんなやってるから嫌だなと思ってたけど、でもやっぱりダイヤ TV さんからねやっぱり入れた方がいろいろと最初にどういった動画なのかとか、どういった美味しいもの出るのかとかが分かって、ちょっとこう想像がつくからいいですよみたいないろんなことも含めて進めてもらったんで、今更ですが入れることになりました。パクリですかとか意見も意外と多かったんですけど、パクリじゃないです。あれ韓国 YouTuber さんモッパンとか、ASMR の方皆さんやってますよね。こういう流れです。よかったらご理解ください。どうも白熊です。白熊さんこんばんは。もうすぐ受験なので、とぎもちさんが受験をどうやって乗り越えたか教えてください。これもさっきの勉強の話につながるかな。私受験は自分が入れる成績のとこにポンと入った形だから、そんなにバリバリ勉強した記憶がないごめんなさい、全然参考にならない話だわ。でもなんか私が今一個記憶に残ってるのでは、高校受験の時にここなら確実に行けるからここにしようかって私は思ってたとこがあったんですよ。そしたら勉強も受験前にもしなくてもいいし、絶対ここならいけるしっていう高校をその話をしたら、とぎママに無理でも1個上のちょっといけるかどうか微妙なところを狙った方がいいって言われて、そうかと思って1個上を受けて正解だった。
だからでも難しいな、なんとも言えないな。安全圏で行くのも安牌で行くのもいいのかもしれないし、ちょっと上で上じゃないけど受かるか受からないかちょっと微妙なとこだなのとこ狙うのもいいし、わかんない受験のことは聞かないで。大食い系 YouTuber ではないのですか？はい、大食い系 YouTuber ではない。ちょっと私これなんかたまにね、たまにっていうかよく誤解されるんですけど、私は大食い系 YouTuber ではないです。そもそも大食いじゃないし、動画内でたくさんちょっといろんな種類揃えるのは別に大食いやろうとしてるんじゃなくって、やっぱり見栄えもあるし、あとクロワッサン食べるにしてもいろんな種類のクロワッサンがあった方がいろんな味をねお伝えできるから、1個だけ食べるとかじゃちょっとね寂しいじゃないですか。他の味どんなのって多分気になるだろうし、そういうのもあってちょっとこう数が多くなっちゃってるとこはあるけど、大食い系をやってるわけじゃないです。たまに大食い企画はリクエストであってやったりはします。언니 한국어로 영상 찍어주실 생각은 없으신가요? 이런 질문이 많은데 지금은 없어요. 이유가 제가 한국어 그렇게 잘하지도 않고 옛날에 한국어 좀 수업 같은 좀 영상도 찍었는데 발음이 안 좋다고 그런 이야기가 많아서 안 하는 게 좋을 것 같아서 네, 할 계획이 없어요. 혹시 원하시는 분들이 많으시면 하는 것도 괜찮다고 생각하고 있어요. これからの将来ずっと韓国で住むのですか？子供ができたら子供の将来を考えて日本の住む考えとかはあるのかな？くまさんのやってる事業が日本でね会社があったりもするから、その関係で住むことになれば日本で住むだろうし、特に私はどこで住みたいとかいう希望もないのでクマさんについていく感じかな。日本に限らずクマさんのね仕事の関係でどっかに行くことになればいろんな国に行く可能性はあります。10月から仕事や家族に会うためなど長期の滞在だと入国が緩和されますね。近いうちに日本に来る予定はありますか？ファンミー楽しみにしています。そうですよね。結構いろいろとその長期の滞在とかが緩和され始めてますよね。10月からだったらもう10月だからですね。はい。でしかも今なんか話だと海外からの帰国者の2週間自宅待機っていうのが、ちょっとなんか緩和されるかもっていう今検討がなされてるっていうニュースも見たので、ちょっと今後そういうのも緩和されていければ日本に帰れる機会もあるのかなって感じですけど、ファンミーティングになるとやっぱり人が集まるものを開催するっていうのはちょっとまだ厳しいのかなと思って、それはちょっと先になるかもしれないですね。食べたらすぐ消化しますか？はい、消化早いです。なんか結構食べて 2,3 時間経ったらもうお腹空いてます。いつも元気で明るい印象ですが気持ちが沈んでしまったりすることはありますか？またその時はどう対処していますか？私気持ちが沈んだことっていうかそういうのがあんまりないんですね。結構なポジティブ人間だから、クマさんもそうだし落ち込むことあんまないんですよね。結構一日中楽しいこと考えてるしっていうか、時間がなくってね忙しすぎても悲しみを感じる瞬間がないっていうだけかもしれないけど、なんかすごい今日ついてないかな、運悪いな、なんか朝からなんか嫌なことばっかり起きるなっていう時とかはたまにしょぼんってなったりするけど、でもなんかもういい、もう今日は一日仕事しないとか言ってカフェに走ってパンケーキ食べたりとか、それでストレス発散になるかな。食べることってやっぱストレス発散ですよね。クマさんが浮気したら面白いな。いやこれね正直クマさんは浮気そもそもしないだろうし、しても私あんまり興味ないかもしれん。これ友達とそういう話になった時にいつも私みんなにびっくりされるけど、私あんまりクマさんが浮気するとか別にあんま興味ない。そっちよりもなんかギャンブルでなんかもう借金になったぜの方が私はダメージ大きいあれそんなもんじゃないのかな、わかんないけど、あんまりクマさんの浮気とかそんなの、絶対 100% ないだろうけど、もしあってもあんまり興味はないかな。トギちゃんが大好きで韓国とロシアが大好きになりました。特に娘6歳はサンクトペテルブルクとイルクーツクに遊びに行ってからはロシア語を一生懸命勉強しています。トギちゃんはまたロシアに遊び
びに行くことはありますか？また旅動画が見たいです。私が留学してたのがロシアのモスクワですね。で、私まだね、イルクーツクとかね、ヤクーツクとかこっちの東の方のね、東ロシアの方行ったことないんですよ。だからそっちすごい行きたいなって興味があって、あとサンクトペテルブルクとかすごい古都の街で綺麗だしいいですよね。私がロシア語できるから、クマさんのお母さんとかお父さんとかが一回なんかアスカの案内でロシアに行こうか旅行みたいな感じで話がね何回か出てたんですけど、結局コロナになっちゃってその話飛んだかなんかわかんないもう完全に延期なんですけど、そういう話はあったので、もしかしたらまた家族で行くかもですね。塩も西アポジも含めて。はいという感じかな。どうですかね。全部の質問に全然答えられてないし、まだまだいっぱい質問いただいたんでね、答えられなかった皆さんすごく申し訳ないかったです。で、たくさんのね、質問本当にありがとうございました。大した答えができてないから、なんかもうちょっと見てくださった方に申し訳ない気持ちはあるんですけど、少しでもね、いろいろと疑問に思ってたことが解決できてしてくださってたりとかすると、いいかなと思います。こんな感じで私のね、くだらない話をたらたらと聞いてくださってありがとうございました。またね、過去の質問動画とかで答えてるものもあるので、そっちも見てもらえればいろいろとわかるかなと思うんですけど、はい、今回はこんな感じです。またね、機会があれば質問コーナーやってみたいなと思います。以上、とぎもちの質問コーナーでした。